この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますので、お待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日はですね、これ、スマホでお絵描きしていきたいと思います。いや、結構ですね、斉藤さんがパソコンじゃなくスマホで絵を描いたらどうなるんやろっていうコメントが多いんですよね。あと、添削動画を送ってくださる方の中にも、アイビスペイントを使って描きましたっていう人がかなり多いので、ちょっとね、前々から気になってはいたんですよ。なので今回は初めてのスマホでアイビスペイントなんですけど、チャレンジしていきたいと思います。よし。なんか、書く前から結構難しいぞ。やばくない？あ、ちょっと、Amazon が開いちゃった。指が太すぎてどこに線が引かれるのか全然予測がつかないんで、しかも書いてる最中に線が全然見えない。指に隠れて。これ無理じゃない？はい、ちょっとですね、指書きはかなりしんどいと踏んだので、こんな感じでスタイラスペンを作ってみました。これはですね、ネットで調べたら、ペンにポテチの袋を巻きつけるだけでスタイラスペンになるよっていう情報を発見したので、こんな感じでね、ポテチはなかったので、カントリーマームの袋をペンに巻きつけてみました。なので、カントリーマームペンですね。こちらで書いていきたいと思います。本当に書けるのかな、これ。おー、書けました。すごい、カントリーマームペンで書けてる。でもね、全然指よりも書きやすいですね。ちょっとですね、接地面がまだペン先よりは大きいので、いまいちどこから線が引かれるのかわからない分、タブレットペンとかよりは難しいんですけど、指よりは全然マシです。これならね、なんとか書いていけそうです。で、今回は何を書いていくかなんですけど、ちょっとね、さっきふと思いついた企画だったので、何を書いていくのかあんまり考えてなかったんですが、いつもチャンネルマスコットの3人を描いていっているので、今回は全然違ったキャラを思いつくままに描いていきたいと思います。あれです。一言で言うと、手癖ですね。なので、手癖ちゃんです。ちなみに今使っているペンは、鉛筆ザラザラというペンを使用しています。あまりはっきりと濃い線が出ないので、下書きには適していそうな感じがしますね。はい、ここで目の位置を微調整したんですが、結構この変形とか移動とかが、指先の操作で微妙に調整するのがかなり難しい印象ですね。変形は問題なくできるにはできるんですが、指のちょっとした力の入れ方とかでガッてずれちゃったりするので、なかなか調整が難しいです。いいやり方あったりするのかな？はい、一応下書きができましたので、ここから線を少し整えていきたいと思います。今まで描いていたレイヤーの透明度を下げて、新たにそこに今度は鉛筆グラファイトというペンでペン入れをしていきますね。さて、ペン入れできるかな？ちょっと不安ですが、やってってみましょう。線を描いていくときに割と重要なのは、おそらくこの手ブレ補正の設定ですね。ここの数値を上げておかないと、線画がヘロヘロになってしまう印象です。ちょっとね、画面から伝わるかはわかりませんが、かなり苦戦しておりますね。全く思い通りの線が描けなくて、どうしようかな。いや、これやめちゃおうかな。で、正直この辺はすごく葛藤してました。でもね、今回は線画もスマホ上で描いていってますけど、後で調べてみたら写真を取り込むことも全然できるらしいので、線画はアナログで描いて、それを取り込んで色だけデジタルで塗るという風にしてもいいかもしれませんね。今はね、ペンタブレットやタッチペンがすごく進化を遂げているので、線が描きやすくなっていてですね、線から全てデジタルでやる方法が主流になってきましたが、僕が高校生大学生の時とかは線画だけはアナログでやる人かなり多かったです。今回はね、そんなことを思い出しながら絵を描いていってますね。ちょっとね、さっきから描く体勢が前のめりになっているせいもあって若干腰が痛くなってきました。お絵描きに集中するのはもちろん大事ですけど、皆さんぜひ途中こまめに立ち上がってね、ストレッチしましょう。はい、それと僕のいつもの描き方と今回のアイビスペイントの描き方の違いとして、もしかしたら気づいている人もいるかもしれませんが、今回僕かなり拡大
大縮小繰り返して書いていると思うんですね。これには理由がありまして、もしかしたら iPad と Apple Pencil を使えば思い通りの線が描けるかもしれないんですけど、今回はスマホの小さな画面で絵を描いてみてます。なんでかっていうと、特に10代の子にスマホで描いていますっていう方が多かったので、どんな感じの感覚なのかなって知りたかったからなんですが、描いてみてわかるのがですね、全体感を把握するのがかなり難しいっていうことですね。パソコンとか iPad だとサブビューを小さく横に表示しておけたり、それがなくても画面が大きいので全体を見渡しながら描けます。ですがスマホの画面だと小さすぎてそれができないんですね。なので描いたらズームアウトして全体感を確認っていう風に繰り返しながら徐々に描き進めていってる感じです。いやー、いつも僕の気まぐれ添削に送られてくるアイビスペイントで描かれた作品、力作揃いなんですが、その中にも今の僕と同じようにスマホで描いている人たくさんいると思うんですよね。この環境であんなにすごい作品が描かれてるのかと思うと、もうすごいの一言ですね。これはね、正直かなり難しいです。いや、まあでもね、指だけだったら完全に終わってましたからね。今回はカントリーマームが家に偶然あってめっちゃ助かりました。ありがとうカントリーマーム。まさかね、カントリーマームがお絵描きに役に立つ日が来るとは思いませんでした。はい、大体全体に手が入ったんですが、ちょっと全体を見渡してあまりに完成度が低いので、ここから線の微調整に移っていきます。ペンの精度が高いと一発で描いた線でもある程度見栄えがする線にできるのですが、今回のようにちょっと描きにくい環境の場合には線を重ねていったり消しゴムで削ったりして線を整えていくことで見栄えをアップしていくことができますね。ちなみにアイビスペイントは無料版と有料版と、あと月額制のプレミア会員というのがあって、無料版は機能限定版ではあるんですが、基本的にその違いは有料版は広告が表示されないということ、そしてプレミア会員はグラデーションマップが使えたりトーンカーブが使えるようになること、あとはフィルターとか素材が増えることみたいですね。トーンカーブで後々色を調整できるのは結構大きいとは思うんですが、基本的なお絵描きをしていく分には無料版でも十分楽しめると思います。ただね、これは僕個人の意見ですが、特に若い子がスマホでお絵描きするのは今回やってみてあまりおすすめしないなっていう風に思ってしまいました。いや、これちょっともしかしたら年寄り臭いなって思われるかもしれませんが、これめちゃくちゃ目と体疲れません？スマホが買えるならもうちょっと頑張って iPad を用意して大きな画面でお絵描きをした方が目と体悪くしなくて済むような気がしました。いや、本当におじさんっぽい意見ですいません。いや、この画面の小ささはですね、マジでおじさんにはきつすぎました。はい、ここから色を塗っていきます。いや、もう本当にね、やっとここまで来たっていう感じなんですが、本当にね、線を描くの難しすぎます。いやー、スマホお絵描き勢の凄さが分かりました。これ練習すればスマホでもうまく描けるようになるのかな。色塗りはですね、そこまで細かいことを気にせずにざっくりと塗っていきます。アイビスペイントはレイヤー機能結構充実していて、レイヤーモードとか、あとはクリッピングマスクとか不透明度ロックとか一通り必要な機能が揃っているんですが、レイヤーを複数選択したりフォルダーにまとめたりすることができないっぽいので、あまりレイヤーを増やしすぎると大変な感じがします。なので色ごとにレイヤーを分けるみたいなことはあまりせずに、ちょっとはみ出しても OK ぐらいな気持ちでザクザク塗っていきます。ネクタイとリボンにも軽くチェック柄を入れつつね、結構苦労しましたけど、なかなかいい感じになってきたのではないでしょうか。うわ、板垣先生から電話だ。こんなことある？はい、ごめんなさい。ちょっと出てきます。はい。いや、めちゃくちゃヒヤッとしたんですけど、びっくりした。さあ、気を取り直して仕上げの作業です。今描いていった上から定山レイヤーで影を乗せていきます。ちょっとね、あまり手の込んだことはできないんですが、最後影とハイライトを乗せていって画面を締めていきたいと思います。いや、なんかね、さっきから大変って言ってますけど、僕が高校生の時のパソコンって画面が10インチぐらいと小さくて、ペンタブレットもなくてマウスでお絵描きしてたんですよ。それで30万円ぐらいしてましたから、それに比べたらね、もともとスマホ
ホが手元にあって、そのスマホに無料でアイビスペイントが入れられて、それで近くにたまたまカントリーマームの袋があったらね、こんなお手軽にデジタルお絵描き環境ができちゃうわけですから、そりゃあね、みんなアイビスペイント使うよねって今回やってて分かりました。はい、最後の悪あがき。一段暗い影で画面を引き締めつつ、キャラクターの輪郭に彩度の高い色を足して鮮やかさをプラスしていったら、はい、プロ絵師がスマホでお絵描きしてみた、こちらで完成です。というかすいません、ちょっと物足りなくはあるんですが、こちらで完成とさせてください。いやー、時間にしたらね、そんなに経っていないはずなんですけど、体感にしたらね、ものすごく長く感じました。疲れた。いや、今回は正直惨敗です。いろいろね、言い訳をしちゃったんですが、スマホですごい作品を作り上げてる人って確かにね、調べてみたらたくさんいらっしゃるので、今回はですね、その方たちの凄さを思い知らされたという形になってしまいました。いやー、ちょっとね、いつかリベンジしたいと思います。今回は僕の負けです。それと今回のようにちょっと変わった企画、チャレンジをたまにやっておりまして、例えばこちらの動画は僕の娘に絵を描いてもらって、それを僕、パパが同じ構図で描いてみたらどうなるっていうのをやってみた動画です。これもね、すごく楽しい企画でしたので、またやってみたいですね。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。